多分この動画見た後、このバケツを買いにダイソーへ走る人が続出。ダイソーに行列ができている光景が目に浮かぶ。でも買えない。はいどうも、ビバです。今回紹介するのは水草水槽で役に立つアクア用品です。最初にネタバレしちゃうと、ダイソーで売っているバケツです。ただ、この商品がダイソーで売り切れに売り切れて、どこに行っても見つからない。地下鉄代とか交通費をかけていろんなダイソーを巡るんだったら、もう Amazon で買っちゃおうということで、今回は Amazon で購入した同じタイプのバケツ、これをご紹介します。多分この動画見た後、このバケツを買いにダイソーへ走る人が続出。ダイソーに行列ができている光景が目に浮かぶ。でも買えない。みんな Amazon でポチる。そんな光景が目に浮かびます。そんな期待値高めても仕方ないので紹介していきます。今回紹介するのはカットした水草を入れるバケツということで、こういった水草水槽で水草をカットして、それを捨てるための容器ですね。これを紹介するんですけど、僕は少量の水草だったらこういった100均のボール、これを使っていました。水槽のそばに置いて、ここでチョキチョキと切った水草をこっちにザバッと入れる。もしくは前回60センチ水槽であれば、このちっちゃなボールだと容量が足りなかったので、ちょっと大きめなバケツを水槽の下に置いて、切った水草をザバーッとこちらのバケツに入れるっていう作業を行っていました。ただ、このやり方の最大のデメリット、水が周囲に飛び散るんですよね。水槽からこのバケツに入れるときに、当然水が跳ねて床が結構水浸しになることもあります。こういった小さな容器を使う場合でも、水槽の周りに容器を置くスペースがなかったら、片手でこちらを持って、もう片方の手で水草を移す。結構両手が塞がって取り回しが悪くなる場合があります。このカットした水草を捨てる際の水飛び散り問題と両手塞がっちゃう問題。もう一つ言うと、こういった容器の収納問題。この3つを解決してくれる商品が今回紹介するちょっと変わったバケツです。では商品を開封していきます。ダイソーで買えばこの箱はついてません。ただダイソーでは最近在庫切れがずっと続いてるみたいです。そこで今回僕は Amazon で同じような商品を買ったんですけど、それがこちら。わかりづらいか。袋から出すとこちらです。この一風変わったバケツとは呼べないような形状のバケツ。まず値段から言っちゃうと Amazon で699円で買えました。似たような形の商品が最高で2000円ぐらいの値段で売ってるので、その中では安い方かなと思います。ただ最初に言った通り、ダイソーでも同じような形状のバケツが売っています。いや、実際は今在庫切れで買えないんですけど、売っています。ダイソーだと330円なので、倍ぐらいの値段しますね。いろんなダイソーの店舗、交通費かけて巡るんだったら Amazon で買っちゃった方が早いです。一応僕の購入したこの商品は下の動画説明欄に商品リンク貼っておきます。この商品は中にこういったカードが入っていて、商品レビューを書いていただければ Amazon ギフト券1500円分をプレゼントします。バカ野郎ですね。こんなのはもう引きちぎってぽいですね。こういった桜レビューを求めるような商品は本来大嫌いなんですけど、機能的には問題がなかったので今回動画として紹介します。では商品の紹介をしていきます。付属品はこの細長い白いパーツ。これはバケツに袋をかぶせた時に袋を押さえるパーツだと思います。このバケツは本来シンクとかに引っ掛けて使うバケツらしくって、バケツの背面が引っ掛ける形状になっています。この形状だと、そう、水槽に引っ掛けて使うことができるんです。これめちゃめちゃ便利。水槽に引っ掛けて使えば、バケツやボールを置くスペースも必要ないし、水槽から直で水草を入れれるので、水が飛び散る心配もありません。しかも引っ掛けておけばバケツを持つ必要もないので、両手も開く。しかもちょっと不思議なこのビラビラ。これ何かというと、容量が拡大するんですね。これだけ容量があれば大量の水草を捨てることができます。元のサイズがこのぐらいなので、広げると倍ぐらいになりますね。かなり大容量。実際に水草をカットして捨てるときは広げて、収納するときは小さくしてしまっておくことができます。見事に先ほどの問題点3つを解決するバケツです。便利ですね。これは便利だ。続いて本体のサイズを見ていきます。本体サイズ収納時は幅が約23センチ、奥行きが 6.5 センチ、高さが13センチくらいですね。そして広げると
幅と高さは変わんないんですけど、奥行きが16センチ。なんと収納時より10センチぐらい幅が広がります。すごいですね。いいですね。この引っ掛ける部分は2センチくらいあるので、ガラス圧2センチ超える水槽はないと思うので、どんな水槽にも引っ掛けられそうですね。実際使用するときはこの中にゴミ袋を入れて使うことになると思います。広げると意外と大容量なので、あんまり小さい袋だと被せることができません。今回買ってきた袋はセリアで購入した半透明の取っ手付きポリ袋。東日本だと30号、西日本だと40号と呼ばれているサイズみたいです。幅が26センチの奥行きが14センチあるやつ。このサイズの袋であればしっかりと被せることができます。これでトリミングした水草、いらなくなった水草をボンボン捨てることができます。もちろん広げて使わなくても収納した状態で使うことも可能です。この状態であればもっと小さい袋でも使えます。ストッキングタイプの水切り袋とかメッシュタイプのやつも使えるかもしれませんね。では実際に使ってみたいと思います。この水槽この前トリミングしたばっかりなのであんまり水草伸びてないんですけど、実際使ってみないと便利さがわからないのでやってみましょう。まずこのバケツを横に引っ掛ける。もうすでに便利な感じが漂っている。これだと絶対に水が水槽の外に出ない。ちなみにハサミとかピンセットも置いておける。いいですね。これはいいぞ。ワクワクしてきますね。じゃああんまり切るところはないんですけど、ちょっと水草を切っていきます。前に切ったのいつぐらいでしたっけね。そんなに時間は経ってないと思うんですけど、パールグラスはかなり伸びてますね。濡れてるハサミとか置けるのいいですね。これは思わぬ収穫。そしてこの水草をもう水浸しになっててもガンガン捨てていくことができます。もう水が飛び散るなんて言わせない。いいねいいねこれ。ちょっとこの便利さは分かってくれる人いるかな。ひょっとしたらそんなに共感者はいないかもしれないけど、個人的にすごい興奮してるので、これは絶対にお伝えしたい。そんな情報ですね。いいんじゃないこれ。いいよいいよ。で切ったやつはすくって、このビシャビシャな網もそのまま入れれる。いいねいいね。これいいんじゃない？この水槽と同じ高さにバケツがあるっていうのはすごい使いやすいですね。バケツ下に置いてあると結構最悪です。これはね、便利。これが700円で実現できるのはいいですね。ダイソーに売ってたら300円なんですけど、店員さんに聞いたら、いや、その商品どこも品切れなんですよって言ってて、それ聞いてから探すのをやめました。皆さんの行くダイソーに在庫があることをお祈りしてます。ちなみにダイソーのは真っ白いタイプで、底の形状が若干丸みを帯びてるタイプですね。今回僕が購入したこのタイプは底が四角いタイプ。使い終わったらこれを外して、これで作業完了ですね。めちゃめちゃ便利だ。いい買い物した。思ったより使い勝手良かったですね。網とかピンセットとかハサミとか使わないときは突っ込んでおけるので、作業効率もかなり上がりました。これは何気に便利。もうティッシュとかスポンジとかも普通に捨てられますし、この網とかも突っ込んでおける。今回は水草かなり少なかったので、スモールモードでも良かったかもしれないですね。そして水草捨てるときはこのまま廃棄できると。これはなかなかいいぞ。久しぶりに便利アイテム発見できました。一つデメリットとしては、水草を袋に入れるとどうしても水が出ちゃうんですよね。なので本来メッシュタイプの袋も一緒に使えたらよかったんですけど、広げた状態だと開口部がでかすぎてメッシュタイプの袋なかなかはまるものがありません。小さい状態だと100均とかでもメッシュタイプの袋を買えると思うんですけど、合うサイズのメッシュ袋がないっていうのがデメリットかなと思いました。捨てる時に溜まった水、ここをカットして抜いちゃえばいいだけなので、大したデメリットではないんですけど、ちょっと気になった点ですね。それとこの桜レビューを増やそうとするこの姑息な手段が好きではありません。お近くのダイソーで同じ商品売ってれば、そちらを買った方が値段も安いし、お得感が高いと思います。というわけで今回は水草のカット・トリミング作業の際に役立つ伸縮するバケツ、これをご紹介しました。今回買ったのは Amazon で買った商品、700円ぐらいで購入できます。
同じように伸縮するタイプのバケツはダイソーでも売っているようです。ただ全国的に在庫切れだって店員さんが言ってたので、買えたらラッキーっていう感じですね。ダイソーだと330円で売ってるみたいです。今回実際に使ってみてかなり作業効率が上がったので、水草水槽をやってる方はぜひこの伸縮するバケツ試してみてください。かなりおすすめです。というわけで今回の動画は以上です。もし役に立ったなという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。